その名古屋の学校の彫刻科に行ったんですけども、家の方がね木彫の仕事をやってて、その後継者として、派遣されたというかね、そういう状態で行ったんですよね。で本来帰って木彫の後継者になる予定だったんですけども、そういう方向には行かずにこっちの方に来てしまったということですね。だから彫刻を例えば小中学生の頃から彫刻が大好きで、彫刻をやりたいっていうことではなかったですね。家系がね田舎の宮大工とかそういう家系で、その一種の宮を建てる時に柱の彫り物とかありますよね。そういう彫り物がこう個別化していって、彫り物の世界田舎のねが独立してきて、その宮大工と彫り物っていうのは一種の系列のようなものなんですけども、その一種として父親の方が彫り物の方をやってたわけですね。それで仏像を作ったりもしてますので、父親のそういう後継者として派遣されたんだけども、だんだんとそういう方向から離れていったということですね。でそこが彫刻家だったものですから、彫刻をやろうっていう漠然とはしてましたけどね。ただ彫刻っていう意識よりも、美術作品を自分の自分の作品を美術作品を作る形を構築したいと、自分の形をね、そういう思いの方が強かったと思います。自分の作品の形を構築したいっていう思いは学生時代にあったんですけども、全く形めいたものが成り立ってなかったんですね。でその頃に東京から巡回して愛知県美術館に人間と物質線っていうのが巡回してきて、そこで結構衝撃を受けたというかね、非常に引きつけられたという思いがあります。だから物派っていうよりは人間と物質展に発表されてる時代のねアルテ・ポーベラや世界的な現象を含めた物質が露呈するような作品の傾向といいますかね、そういうものに非常に惹かれたということがありますよね。一つの美術というか芸術というか、そういうものが非常に強く人間と関わるものだっていう意識は強かったんですよね。近代といいますかモダニズムといいますか、そういう流れの中にあって、モダニズムの一つの流れとして語られることが多いと思うんですけども、人間と物質展なんかもね、人間的な現象が露呈しているというふうな印象を受けたんですよ。モダニズムの形式性のあるやり取りというよりは、
例えば抽象絵画、抽象彫刻とか抽象表現主義とかっていう形に流れてきた美術というものとは一線を画して、人間の存在性っていうものとものをこう露呈的に存在させるという一つのアプローチの仕方がね、非常にその当時こう漠然と考えてた人間の現象性ということと重なるようなイメージを持ったと言いますかね。何しろ自分の形ってものが分かんなくて、まあ名古屋で卒業をしたんですけども、みんな外国留学してしまったんですよ、同級生。それで取り残されたような状態になって、まあ東京でも行こうかという形で関東の方に出てきたわけです。自分の作品の形を作る場合にやっぱり身体ってものがまず表にさらされる必要があるだろうというふうに考えたわけです。で作品のスタイルなり概念が何もあるわけじゃないんで、パフォーマンスをやり始めたわけですね。渋谷とか渋谷とたまたま知人がいて清水市ですか、静岡県のその2か所でやったんですけども、通行人にこう白紙を配布すると。なんかそこに白紙の中に何か内容が書かれてるわけじゃないんですよ。それはマクルーハンあたりの影響だと思うんですけども、まず配るということがメッセージであって、別にそこに伝わる言葉がなくても、その行為だけですでに最初の伝達行為っていうのは成立するんじゃないかということを考えてたわけですね。その中身が書かれてないっていうことと、今の作品のこう形式っていうものがどっかで、今から考えると通底してるんですけども、むしろ、その内容ということよりはなんていうんですかね、外郭の形式といいますか、そっちの方が重要なんじゃないかという考え方はずっとあるんですよね。それは例えばその後に作り始める円環の形式にしても、円環という状態が重要であって、円環の内部っていうものがやっぱり内部に何か盛り込まれているとか、そこに何かがあるとか重要なものがあるとかっていうことではなくて、ないことが重要なんだ、そういうような感覚っていうのはその当時からあったような気はしますね。水とか火っていうのはやっぱり物葉あたりの発想から影響を受けてると思うんですね。物質の中で最も美術作品として成立しにくいものは何だろうというふうに考えたわけです。その時に水とか火っていうのは思い至ったわけですね。最初は水ですけども、でそれも
こちらに出てきて70年代80年代その当時貸柄の時代だったんで水を使った作品の試みっていうのはいろいろやってるわけですよね。自分の作品の形式っていうようなものをはっきり現れたようなものではないんですけども一つの試行錯誤としてそういうことはやってましたね。その当時ねやっぱり自分の作品が美術作品として保存されるとかそんな発想は全くなかったわけです。それもその時代の状況もそうですしモノハなんかもそうですけども一回性っていうことが基本になってたと思うんですよね。だからその彫刻なりキャンバスなり一つの形として形式として、物質的に残ってそれが保存されていくっていうような発想はその時代は薄かったと思うんですよね。だからたまたま残ったものが今保存されてるんだろうと思うんですよ。この近代美術館のコレクションで電柱のサークルの作品があったと思うんですけどもその前に電柱を電信柱ねを使った割とインスタレーションの作品は結構あったんですよ。でそれは一回展示すれば終わりということでそれを切断して近代美術館の収蔵になった作品を作ったんですよね。でそれがたまたま短かったんで仕事場の隅に押し込めていたんでそれが残った。それが初めてですよね。電柱の作品あと全然ないんです。みんな作品のために切断して利用されてますんで。でそれは一番最初は何だったっけなそのメモリアルっていう、記憶ですか記憶っていうその時の概念だけが残ってたんで、画廊の床を一日何回か拭いてその足跡の汚れというものを水の中でその拭いた布を洗って汚れとして蓄積させていくというのが最初の水使った作品なんですね。それが画廊の記憶だという、発想なんですけどもでその時にその汚れた水っていうのはもう水じゃないというその展覧会終わってそう思ったわけですね。でもう水っていうのは透明なものが水だろうとそれで透明な水を使うような試行錯誤がいろいろあるわけですけどもその頃からですねちょっと円環のイメージとか水というものが70年代のいろんな試みとかから離れてね一つの形を持ってきたのはその頃からなんですよ。でこの栃木のイベントっていうのは北沢賢章っていう評価が美術の同人誌というのかそういう雑誌を始めたんですね。章っていうご存知ですか、像って字を書いて、それを何回か発行されたんですよね。
その時のイベントとして、栃木でやったんですよ。その時に水の円環っていう形を初めて作ったんですよね。その栃木の地面に埋めた水っていうものを立ち上がった彫刻として作ろうと思ったのが、ここに収蔵されてる柱の上の水面のサークルの作品なんですね。その頃、作品を取り巻く、外の屋外での展示が多かったんで、そういう自然環境全体も作品の一部というふうに考えてたんでね、そういう観念を反映するものとして素材の中にそういう表記をその当時はしてるんですよね。その円環の頃っていうのは割と静止した水、こう非常に緊張感のある水面って言いますか、そういう作品が多かったと思うんですよ。静と俗っていうことから言えばね、非常に聖なるイメージは結構強かったんですね、その当時。自分の中でも静止して中心に丸い水の面がある。そういうふうに見られてた部分もあるし、その聖性ということは非常に強く意識してたと思うんです。だから生と死っていう言葉を結構コメントなんかでも使ってると思うんですけども、それがどっかで、違和感って言いますかね、を感じるようになってきたんです。もっと身体っていうものも含めたわい雑なね関係性の中に置かれるのがいいんじゃないか、そういう側面が重要なんじゃないかっていうふうに考えるようになった。でその当時から水が静止したものじゃなくて流動するものに変わってきた。落下する水だとか、その身体に向けて落下する水っていうものの暴力性のようなものといいますか、生と俗の二元論的な通属性じゃなくて、もっと日常的な身体と情念が連関するような現場といいますかね、その時の概念が今この作品のタイトルの「欲動」っていうものなんですよ。欲動っていうのは先ほど言ったような情念や感情やいろんな人間の思いが渦巻いてる状態ですよね。それでその頃から動く水が増えてきてるんですね。静止した水はあんまり使ってないと思うんですよ。で
この作品自分の中では身体像だと思ってます。身体像っていうのは、美術の中の歴史の中でやっぱり中核になるのは身体像だと思うんですよね。まあ、西洋的な出発から言っても、神の姿から人間の姿になって、身体を表現するのが中心、一つの大きな柱になってきたと思うんですけども、そういう身体彫刻としては、ロダン、のようなああいう身体彫刻っていうものはだんだん不可能な領域に、来てるというふうにずっと感じているわけですけども、その中で例えばゴームリーだとかね、ああいう近代あるいは現代の身体像っていうのはいろいろ模索されてきたんだけども、ああいう人間の体を再現するような身体像っていうのはもう不可能な領域に入ってるんだというふうに感じるようになってきて、この作品に至ってるわけですね。この作品っていうのは、全体が身体なんですよ。このゴムは皮膚でね、例えばポンプが心臓で心臓これが全体はボディですよね。ボディを体液が循環しているというふうなイメージだからその当時にあったイメージとしては、一つはリュシャンの大ガラスのね、ああいう循環のイメージと、それからもう一つはカーラオンの浴室シリーズってありますね。そのあたりのイメージがあって、近代と身体像っていうものが、不可能になりながらどういうふうな展開をしてきたのかっていうことを考えてたんですね。それでこれを一つの身体像として、捉えようというふうに思ったわけですね。だからそれを説明するためにこういうタイトルをつけたわけですね。一つの浴槽なんだけども、浴槽自体が身体の、アナロジーというかそういうものとして考えてた。